こんにちは、まいです。今回はお部屋が綺麗に見える、パッと見綺麗を保つ工夫10選をお伝えします。お部屋を整えるときに完璧を目指してしまいがちでしたが、ある時気づいたんです。パッと見綺麗でもとても気持ちがいいことに。だから今はとりあえず見えないように蓋をしている場所があってもいいじゃないと、完璧じゃなくてもすっきりした気持ちで生活できる私のメソッドです。それでは行ってみましょう。一つ目は冷蔵庫に何も貼らないです。冷蔵庫に貼りたくなるものとして、カレンダー、行事物プリント、ゴミ出し表、クーポン、領収書、レシピ、提出物、付箋メモなどが挙げられると思います。冷蔵庫って1日に何回も開けることがあるし、目につきやすい場所なので、忘れたくないものやさっと確認したいものを掲示しておくと便利だったり、私も実際に数年前までは今年の目標を筆ペンで書いてドドドンと冷蔵庫の扉に貼っていたこともあります。ただ目につきやすい分、どうしても生活感が出てしまうのが気になるところでした。パッと見綺麗を保つためには、冷蔵庫のごちゃつきはなるべくなくしたいなと思い、今では紙類を貼らないようにしています。予定や忘れたくないことは毎日開く習慣のある Google カレンダーに入れ込んだり、お買い物メモもトゥードゥーリストで管理したりしています。プリントアウトされた紙類はデジタルスキャンをして手放しています。冷蔵庫横に収納しているものもありますが、冷蔵庫の色に合わせて小物も白系でまとめることで、なんとなくすっきりして見えるように工夫しています。2つ目は水回りに水滴は残さないです。シンクや洗面台などの水回りをびしょびしょのまま放置した結果、金ピカに輝く蛇口部分が曇り、水垢を残してしまった経験が過去に何度もあります。水回りは水気を拭き取り、ステンレス部分が輝いているだけで随分印象の違うのと、頑固な汚れがついて頭を抱えることもなくなり、後々の水回り掃除が格段に楽になりました。キッチンに使っているこのマイクロファイバークロスは、わざわざ洗剤を使わなくても蛇口がピカピカになり、吸水力も高いのでとても気持ちよく拭き上げることができます。3つ目はベッドメイキングをするです。ベッドメイキングは2年前から始めたことなのですが、これはやるのとやらないのとでは寝室のイメージが大きく変わります。誰にも見られないからいいやと、今まではぐちゃぐちゃのまま生活をしていたのですが、ベッドメイキングをするだけでこんなにすっきり見えて、自分の気持ちが前向きになれるんだということを実感しました。時間をかけてシーツの端まできれいにしなくても、パッと見きれいに整えられている寝室を見るだけで気持ちがいいので、ぜひ試してみてください。4つ目はデスクの上のものは最小限にするです。デスクで作業をしているといろいろ引っ張り出してきて散らかりやすい私のデスクですが、作業が一段落したらその都度デスクの上は片付けるように意識をしています。デスクの上にあると便利なものやテンションが上がるものをごちゃごちゃと飾ったりしたこともありますが、平面が綺麗だとパッと見綺麗に見えやすいので、片付けが苦手な私はできる限りデスクの上に置くものは最小限にしようと思いました。コード類やよく使う充電器は
出しっぱなしにするとちょっと見栄えが悪いですが、簡単に巾着袋にまとめるだけですっきり見えたので、とりあえずこれでよしとしています。5つ目は収納には余裕を持たせるです。物をたくさん持っていた時は収納しきれず、あらゆるところが物で埋め尽くされていました。隙間があったら何か置かなきゃという衝動に駆られたり、備え付けの収納はせっかくだから活用しなければと思っていました。物が少なくなった今は、ある程度物と物の間に間隔を置くことで取り出しやすくなったり、何がどこにあるか一目でわかるようになり、管理がしやすくなったと感じています。収納に余裕があるときれいに並べやすく、すっきり見えるのでおすすめです。6つ目は床に物を置かないです。今までは掃除機をかける前にまず床に散らかっているものをどかす作業が必要でした。今ではロボット掃除機を迎え入れ、ルンバが家中を掃除しやすいように、障害物は極力床に置かないようにした結果、家全体がすっきり見えることに気がつきました。置き場に困る段ボール、定位置が決まっていないものなども試行錯誤させながら、とりあえず浮かすようにしています。帰ってきてその辺に放置しやすかったバッグも収納場所を決めて吊るすことで出しっぱなしにするのを防げたり、届いた荷物も床に放置せずデスクの上に置いておくことで、さすがに気になるので早く開封し片付けることができるようになりました。観葉植物やヨガマット、ミシェルのおもちゃなど、どうしても床に置きっぱなしにしているものもありますが、ロボット掃除機をかける際は出かける前にそれらを上に上げるのがルーティンとなっています。7つ目は色はなんとなく統一させるです。統一感があるお部屋のインテリアの色選びは、壁や床のベースカラーに家具やカーテンなどのアソートカラー、アクセントカラーの組み合わせを考えるのがポイントのようです。今のうちは正直色も家具の素材もバラバラです。しかしお風呂場の白で揃えられた収納やキッチン背面の収納場所の個人的にとても好きだなと思う場所の共通点は、色がなんとなく統一されているところだということに気がつきました。インテリアセンスはありませんが、色や素材を絞るとお部屋の印象に統一感が出てすっきり見えることを実感し、最近はお家の雰囲気に合ったものを選ぶようになりました。8つ目は細々しい主張が強いものはいっそ隠すです。色を統一させるとすっきり見えますが、日用品なども全部色を揃えようとすると、シンプルパッケージで使いやすいものを探さなければいけなかったり、詰め替え容器を揃えたりと、かなりの労力が必要になります。私の家でも以前はよく使うスパイスを電子レンジの上に並べておいていました。見せる収納をしたかったので、統一感を持たせたいと思い、同じメーカーで買うようにしていたのですが、現実的に全て揃えることができないままでいました。全てを同一の詰め替え容器に移す手段も考えたのですが、いい容器が見つからなかったりで、とてもモヤモヤしていた場所でした。結果、今はスパイス類は全部引き出しに入れて隠しています。もう力技です。力技なだけにすっきり見せる効果は絶大です。しまったスパイスをどううまく収納するかは後で考えます。
9つ目は配線コードは隠すです。私がこのお家に引っ越してきてからずっとモヤモヤしているところをご紹介します。このパソコンにつながれているコードです。とても気になるのですが、なかなかすっきりさせる解決策が見つからず、早2年、もうこのままでいいかと諦めています。しかし、キッチン背面の家電類は IKEA のもので配線コードを隠すことでとてもすっきり見せてくれるし、夫のデスク周りのジャングルだった配線もまとめるだけでこんなに印象が違って見えます。コード類はそのままだとごちゃついて見えますが、とりあえず隠す、束ねるだけでパッと見綺麗に見せてくれました。最後10個目は物を出しっぱなしにしないです。私のお家が荒れ狂う時は紛れもなく物を出しっぱなしにしている時です。物の住所だって決まっていて、昔に比べて物が溢れているわけでもないはずなのに、物を出しっぱなしにしているだけで居心地のいい景観が崩れます。一つ出しっぱなしにしていると不思議と次から次へと物が集まってきます。とても基本的なことですが、出したらしまう、これを息するようにできることが私の来年の目標です。はい、以上がパッと見綺麗を保つ工夫10選でした。この動画が良かったよ、参考になったよという方は高評価やチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。動画に関する感想もコメントでお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。